今からこのフィギュアのシリコン型を作ります。やり方知ってるのか？適当に粘土へ半分埋めてシリコンを流せば完成でしょう。絶対そんな簡単じゃないだろう。実は分割する場所を間違えると顔の真ん中に線ができたり型から抜けなくなったりレジンを流しても形が欠けたりします。ダメじゃねえか。でも僕は型取りをやったことがありません。終わったな。なので今回はプロの造形師に教わりながらこのフィギュアを本当にシリコン型にできるのか挑戦します。プロなんでそうおらんやろ。プロです。いた。道端で捕まえたプロ造形師ヒデ姉さんに教えてもらいます。そう虫みたいに言うな。姉さん、シリコン型ってどうやって作るの？そりゃお前、フィギュアの半分を粘土に埋めて片面ずつシリコンを流して型を作るんだよ。あれ、さっき言った通り。今の説明だけじゃ作れないだろう。安心しな、ちゃんと教えてやるから。お願いします。まずは必要なものを用意しました。フィギュア、油粘土、スチレンボード、シリコン、ガムテープ、紙コップ、そして廊下用ワックス。最後だけ使い方が想像できないな。それは後で使うよ。作業前にはしっかり換気して手袋と保護メガネもつけること。混合費や効果時間は製品によって違うから必ず説明書通りに使いな。なんか真面目。むしろ真面目にやれ。型を作る前に考えるポイントは4つ。パーティングライン、基本、無理抜き、平行面。外国語かな？早くも失敗の予感しかしない。まずは粘土埋めから始めるよ。何それ？フィギュアを粘土に埋めて片面のシリコン型を作る準備をするんだ。まず平らなところに油粘土を広げる。はい。そしたらフィギュアを粘土に埋めていく。適当に半分くらいでいいよね。待ちな。はい。最初に考えるのがパーティングラインだ。パーティーのライン、もらったら嬉しいよね。呼ばれたことなさそう。パーティングラインは2つの型の境目になる線だ。どんなに綺麗に型を合わせても境目には薄いバリができる。つまりこの段階の粘土とクッキーの境目が完成品に線として残るんだな。その通り。だから顔などの目立つ場所を避けて埋める位置を決めるんだ。なるほど。じゃあ顔を避けて横に線が来るようにすればいいんだね。まずは旧来点だな。やった。まだ喜ぶのは早い。次に考えるのは気泡だよ。僕は希望でいっぱいだから大丈夫。クッキーのことな。完成した型にレジンを流すと型の中にあったクッキーが押し上げられる。そのクッキーが袋小路に閉じ込められるとそこへレジンが入らず形が欠けるんだ。じゃあどうすればいいの？レジンの注意入り口とは別にクッキーが逃げるためのクッキ抜きを作る。どこからレジンが入ってどこへクッキーが逃げるのか考えながら原型の向きを決めるんだ。なるほど。よくわかんないけど細かい部分を線部状に向ければいいんだね。0点。何がダメなの？今回の形でその向きにすると細かい部分にクッキーが溜まりやすくなる。クッキーをどこに溜めたくないか考える必要があるな。ディテールの細かい部分は下を向かせるのが無難だろう。その通り。あと溜まった気泡が抜けるためのクッキー抜きも作りな。溜まったクッキーが外に抜けるための穴だな。ちょっと何言ってるかわからないけど言われた通り直します。本当に理解したのか？他には気をつけることある。3つ目は無理抜きだな。日本語でお願いします。思いっきり日本語だろ。複製品や原型が型に引っかかって素直に抜けなくなる形状のことだ。シリコンを混ぜて無理やり抜くこともできるけど型に負担がかかって壊れやすくなる。アホには想像つかんやろうな。例えばこのフィギュアならコーヒーを持っている腕だ。ここにシリコンが入り込むと腕に引っかかって抜けにくくなる。じゃあこの隙間を油粘土で埋めて引っかかる形を減らせばいいのかな？その理解でいい。これで埋める位置が決まった。次が最後のポイント。平行面。あれ、かわいいよね。平方のお面ちゃうぞ。レジンをつぎ込むときは型が外れないように両面から圧力を加える。この時斜めの面があるとしっかり固定できず滑り込んで型が歪むことがある。型が歪んだら当然レジンキャストも失敗するだろうな。そういうこと。だから粘土に埋めた後型同士で接着する面を地面に対して平行か垂直になるように調整するんだ。知らなかったら全部斜めにするとこだったよ。ありがとう姉さん。でそれ逆にどうやるんだい？最後に表面を整えな。特に粘土とフィギュアの隙間はシリコンが流れ込まないようにしっかり塞ぐんだ。了解。ツルツルのスベスベにするよ。最初よりかなりマシになったな。こんなもんでいいだろ。あとはダボを作るよ。僕はアホじゃない。太鼓のお笑い繰り返しとるな。型同士を正しい位置で合わせるための凹凸だよ。筆の絵などで粘土に穴を作っておけば完成した型同士がずれにくくなる。型がずれると合わせ目に段差ができたりレジンが漏れやすくなるからね。深すぎず浅すぎず程よくって感じ。少し賢くなったな。はい、粘土埋め完成。まあ旧来点かな。やった。じゃあ片面のシリコン型を作るよ。いよいよだね。コワコワだよ。まず粘土の周りを土
チレンボードで囲む。隙間があるとシリコンが漏れるからガムテープでしっかり固定するんだ。型取り用ブロックを使う方法もあると思うが、今回は使わないのか。使ってもいいけどスチレンボードでも作れるからね。わざわざ買いたいか。安ければ安いほどいい。貧乏人のせいやな。じゃあシリコンを混ぜるよ。決められた比率で液体を混ぜて割り箸を伝わせながら細く流せばいいんだよね。まあいいや。どうしたんや。混ぜる時には割り箸は使わない方がいい。遅いよ。木材は空気中の水分を含みやすい。これが気泡の原因になるからね。特にレジンはより発泡しやすいから厳禁だ。じゃあ今度から気をつけるよ。そのままシリコンを流して完了。シリコンを追加した方がいいね。なんで？このままだと原型の一番高い部分でシリコンが薄くなる。シリコンが薄すぎると型が変形したり破れたりすることがあるからね。そんなシリコン高いのに諦めろ。仕方ないので追加します。固まったみたい。じゃあ油粘土を外しな。この時原型はシリコン側につけたままにするんだよ。うい。取れた。じゃあこの上からもう片面のシリコンを流すよ。待て待て待て。このまま流したらシリコン同士がくっついて剥がれなくなるぞ。危なかったね。危ない。そこでろ過用ワックスの出番だ。ここで使うのか。シリコン同士を剥がすための離れ型材として使える。専用の理系材じゃダメなのか。もちろん使っていいよ。ただ今回はこっちの方が安い。ならこっちだ。迷いがないんやな。シリコンの表面に薄く塗って原型にはつけないように注意しな。厚く塗るとその厚みの分だけ型の形が変わる可能性があるからね。了解。ワックスを塗ったら二面目のシリコン投入。固まったみたい。じゃあ型を壊さないようにゆっくり剥がしてみな。了解。剥がれた。綺麗に2つに分かれたな。いい感じだね。あとは原型を取り除いて空気抜きを作れば完成だ。はい、取った。空気抜きはカッターで切っていけばいいのかな。空気が溜まりそうな場所から型の外まで少しずつ切りな。了解。空気抜きも完了。細かいところまでちゃんと型になってる。ということで2面のシリコン型が完成しました。型を作るときに重要なのは目立つ場所に分割線を作らない、空気の溜まるところ、通り道を考える、型に引っかかる形を減らす、型同士が接着する面を平行にする、この4つだったね。適当に半分分ければいいわけじゃないんだったな。これでフィギュアを好きなだけ増やせるぞ。型が完成しただけだからまだ増えてはいないよ。本当に複製できるか。この型にレジンを流してみるとこうなりました。失敗してるじゃねえか。この型を使って初心者が本当に5個量産できるのかも別の動画で検証しています。結果が気になる人は概要欄から見てみてね。姉さんありがとうございました。また邪魔するよ。それじゃバイバイ。